基本的には建築の外側にあるものとつながろうっていう意識を常に持っていて、それは小さい会場構成とかインテリアの設計とかそういうものでも一緒なんですけど、外側にある、例えば環境とか街とかそういうものと、どういうふうにつながっていくかで、つながるだけではなくて、その外側にある建築の外側を一緒に変えていくような、そういう開かれた建築っていうか、建築以外もそうなんですけど、ものをいつも目指していて、小さい例えばそういう建築であっても、なんか広い大きい環境のことであったりとか、自然であったりとか街であったりっていうものをどういうふうに変えていけるかっていうのをいつも意識して設計しています。例えば今回の重機の話で言えば、展覧会っていうのが常に、スクラップ&ビルドっていう感じだと思うんですけど、それはその外側にある環境のことであったりっていうことを考えると、あんまり良くないんじゃないかっていうところがあって、展覧会っていう小さな箱なんだけれども、その外側のことを考えると今までとは違う作り方っていうのがあるんじゃないかっていうのが、例えば今回の展示だとそういうことを考えて設計しています。当然一通りリサーチはして、そこから、僕の場合は基本的には模型を使ってやっぱりスタディをするっていうのがプロセスとしてあって、建築ってスケールが大きいんで、その実際のスケールでは検討できないっていうのが、建築の難しさでもあり面白さでもあるんですけど、例えばプロダクトとか洋服とかだったら原寸でできると思うんですけど、建築っていうのは必ずスケールダウンした状態で検討を始めなきゃいけないっていう面白さがあると思うんです。でその時に、模型を使うっていうことが多いですね。でどんなに大きい建築でも比較的僕の場合は小さい、このぐらいの大きさの模型から検討を始めることが多いです。それは、小さい模型で作ると、たくさん作れるっていうのもそうだし、なんかこの小さいものでしか表現できない案の根幹みたいなところがあって、そういう、小さいこのぐらいの模型で面白いと思えるかどうかっていうところが一つ指標になっているかなと思います。ものすごい作って、2つとか3つぐらいに絞ったり、最初からある程度絞れてる時もありますけど、具体的に言うと普通に100とかもっといく時もあるんじゃないですかね。このぐらいの模型がいっぱいバーってダメな模型にも意味があるっていうか、こういう案の可能性は良くないよねっていうことを把握するための模型でもあるんですよ。なのでこの可能性は消えた、この可能性は消えたみたいにむしろ選択肢を狭めていくためにたくさん作って、そうするとだんだん道が見えてくるっていうか、そういう感じで模型を作ってます。で最初に考えてたことじゃないものが、今までどちらかなんか頭で考えていたものではないものができるようなタイミングっていうのがあるんですね、模型を作っていると。でそういうものを見つけるためにやってるっていう感じです。残しますね。基本的にはプロジェクトが終わるまでそういうの全部撮っといて、終わった後も一応全部写真に収めて、写真撮ったら捨てるっていう感じです。後々振り返った例えば展示をする時とかにそういうものを使って、こういう思考のプロセスがあったなっていうのを見せるっていうこともあります。基本的には発泡スチロールとか紙とかそういうすごい、抽象度高めの本当に軽い模型っていう感じの模型です。
例えばそこからスケールを大きくしてみて大きい模型で確認するっていうこともあるし、基本的には、建築の場合ずっと設計が終わって現場に入っても模型をずっと使い続けるっていうか、現場の人にこういうふうに作りたいんだけどっていうふうに模型で説明するようなこともあったり、もちろんクライアントに対して、プレゼンをする時には基本的には模型を毎回持っていって、その模型をちゃんと覗いてもらって、僕らと同じようなその視点を持って見てもらうっていうようなことをしています。だから、僕らにとっては検討するツールでもあるし、コミュニケーションを取るための道具でもあるっていう感じ。今回のこれでもそうなんですけど、なんかその模型を実際に作ってみないとわからないような、そういうことっていうのが結構あるんです。ものをどういうふうに作るかとか、どう組み立てるかとか、こういうふうにしたらどういうふうに形が変わるんだろうとか、構造的にどういうふうにたわむんだろうとか、そういうその結構エンジニアリング的な部分でも模型っていうのがツールとして使えるなっていうふうに思っていて、そうですね。なので徐々に抽象的な模型からこう徐々に現実の1分の1に近いような模型になっていくっていうような感じですね。でやっぱ最近その CG とかを使ってスタディすることももちろんあるんですけど、なんか僕の感覚的には模型でやった方がなんかいい悪いの判断がつきやすいっていうか、それは慣れてるからっていうのもあるかもしれないんですけど、まだなんかその画面越しに見る世界と実際のそのものとして現れてくる世界にギャップがあるっていうか、模型を作ってていいなと思うのは、やっぱ模型ってこう、基本的にはものづくりのそのなんていうんだろうな、どうやってものを存在させるか、柱をどうやって立てるか、屋根をどう支えるかとかっていう、そういうすごい、建築のその一番プリミティブなこうものが模型にはやっぱりあるんですよ。建築を作るっていうこととほとんど一緒なんですよ。どういうふうに部材を切り出してどういうふうに立てるかで、どういう手順でやったらうまくいくかとか、施工、建築の施工をほぼ一からやっているような、建築を作るっていうことをゼロから学べると思っているので、そこはすごい大事なんじゃないかなというふうに思ってます。模型は抽象化できるんで、その例えば何か表現したいって言った時に、僕が取捨選択して理想的な状態ができるというかにはできるんです。でも現実の建築では、どうしてもそこの現実と戦わなきゃいけない、そのなんて言うんだろうな、抽象化しきれないような部分があって、そこにも非常にそういうの面白いところなんですけど、現場に入ってここはもうちょっとこうしたいみたいな、そういう、理想的な像と現実をどう近づけるかっていう作業をいつもしているっていう感じです。今後も何か使い回せるような、そういうものを作れないかっていうようなお話をいただいたので、なかなか難しいお題だなと思ったんですよ。特に模型の展覧会をよくやられる場所で、建築の模型の大きさって全然毎回サイズが違うので、その大きさがどんどん変わるっていうことに対してどういうふうに
美しさを持ちながらできるかっていうことを考えて、今回はその、形自体がこう変形していくようなそういう展示台を設計しました。人が物を見るための台を作るっていうそこに焦点を合わせて、多分建築の模型が乗るんだろうということで、例えば色はなるべく目立たないような白にしてあげて、それと同時にこれ今台がすごい薄い鉄板でできてるんですけど、薄い鉄板でできてると、人間の力で曲げられるので、ある種、模型的なスケールでできた薄いもので構築するっていうようなことを考えました。模型も人間の手でこう作られて、その場で作られていくっていうような、そういう構造を持ったものなので、なんかそういうそれに近いような、展覧会のたびにこう人間がこうぐるっとやって作っていくみたいな、そういうものができたらいいかなというふうに思いました。なんかどんな小さいインテリアとかでも建築的にどう面白いかっていう話はいつも考えていて、すごい小さな空間なんだけど、そこに小さないい建築を作るような、そういう形で設計をしています。いつも外側にある世界とどういうふうにつながるかっていうことを考えているので、そこでどうにかこうギリギリ、僕にとってはそれが建築になりうるっていうような状態っていうふうに考えてました。今もそうですけど、社会もそうだし自然っていうこともそうかもしれない。例えば部屋の中にいるんだけど、なんか自然を感じるような空間が作れたら、その外側にある自然を感じれるような、窓が一つあればもしかしたら簡単に自然っていうのは手に入るかもしれないんだけど、それをもう少し工夫して、何か生み出せないかっていうことを考えていますね。例えば石巻のあずまやっていうプロジェクトがあって、被災しちゃって、今復興している途中なんですけど、石巻って実は川が町の中心に走っていて、その川を中心にこう発展してきたような町なんです。で、だからこうみんなこう川に向かって建築が建ってたんですけど、川から津波が来ちゃってるんで、ものすごい被害があったっていう場所なんです。で、堤防、川にずっと4キロぐらい堤防を作ってるんです。で、堤防を作って町は守られるんだけど、今までこうあった川と町っていう関係が、どうしても堤防によって切れちゃうっていうものがあって、でそこに人がこういる場所を作るために十何校の東屋を作るっていう計画なんですけど、その時に考えたのは、すごい僕が作るこう建築っていうのはちっちゃいんだけど、その 4km の川全体を設計するようなことができないかなっていうことをずっと考えていて、そうすることによって、人間が作ったその堤防っていうものもなんかこう人が関われる場所に全体がなっていって、その川と町の関係がこうかつてのようなより親密なものになれるんじゃないかなっていうことで、一つ一つ場所に合わせて違うこう形を持った東屋を設計するっていうプロジェクトをやっています。なので本当に小さい建築なんだけど、なんかそういう大きいスケールのこうものを設計し直すみたいな、そういう考え方で設計をしています。そうですね。それも面白かったのが、やっぱ今までの要はなんていうか公共建築のあり方でいうと、こう東屋なんてカタログに載ってるものをポン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 置いていくだけっていう感じだったんですけど、当然地域ごとに違う要請があるし、それをどうやって吸い上げて建築にしていくかっていうことが面白さだと思っていたので、例えばこの場所では、その町の人とヒアリングして、この場所ではイベントがあるからイベントの時に使う
なんかこうテントをしまえる場所を東屋に用意してほしいとか、あとここでは食事をする人が多いからこう大きいテーブルが欲しいとか、そういう小さい本当に要望みたいなものをコミュニケーションの中から拾い上げて、本当にその場所でしか成立しないようなそういう建築にしていったっていう、やり方です。建築って未来を作る仕事でいいなと思うんですけど、と同時になんかこうやっぱ過去から連続するなんて言うんだろうな、ものの延長としてこう建築をやっぱ考えなきゃいけないかなっていうふうに思っていて、街の歴史とかそういうものと断絶するような形で建築ができてしまっているような部分があると思うんですけど、そうではないなんか違うこう歴史の連続として未来にこうボールを投げれるようなそういう建築を作っていきたいかなって思ってます。